皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、今多くの方からの悲鳴が聞こえる電気代、ガス代の高騰は一体いつまで続くのか、そしてそれは社会にどんな影響を及ぼすのか、さらには食糧危機は引き起こされるのかについて情報をシェアしていきたいと思います。ネット上で電気代、ガス代の高騰について情報を集めるとき、その原因についての記述はウクライナ・ロシア紛争の影響によるということが一般的に書かれています。もちろんそれはそうなのですが、私たちの身の安全や食料安全保障などの観点から考えると、それだけでは今後の見通しを見誤るように思います。今世界中で起きている混乱は偶発的なものではなくて、もっと複雑な事情で意図的に引き起こされているというのが真実だと思います。以上のことから、ウクライナ・ロシア紛争はさすがに1年経つからそろそろ収まり、電気代、ガス代価格も落ち着くだろうというなんて憶測は見事に期待外れであるし、小手先の節電で対応できるような状況、流れではないと思います。日本の平和というのは、実は大変脆い基盤の上に成り立っていて、今その平和がガタガタと崩れる寸前だと感じています。そういった現状に危機感を感じ、この動画を作成しています。この動画を最後まで見ることで、1、電気代、ガス代の値上がりはいつまで続くのか。2、このままいくと日本はどのようになっていくのか。3、食糧危機は起きるのかについて理解することができます。何よりこれらのことを理解することで、自分の身を守るというマインドがリセットされ、ほぼ確実に起きてくる試練に対しての準備を始めることができる、もしくはますます強化する動きをすることができるというところの効果が期待できると思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、多くの方も警告していますが、この動画を作成している2月20日時点で電気代、ガス代の請求書の金額にびっくりした方の悲鳴がツイートを賑やかしていますが、本番はこれからです。本番は4月、6月からの使用分から大幅に請求金額が変わってきます。地域によって値上げ時期や値上げ率に差はあります。実際、日本中悲鳴が轟くのは請求月の5月か7月ということになると思います。そして10月にも値上げが決まっています。この場合の値上げというのは、政府の補助期間が9月で終わるので支払い金額は上がるということです。ネット上で何人かは、政府が電気代の補助を決めたから大丈夫、安心したと言っている人がいましたが、とんでもありません。そこは大事なので説明しますと、そもそも電力会社の構造と電気代の内訳を理解しないといけません。まず、電気料金の内訳は図のようになっており、基本料金と電力料金、再エネ賦課金の3つの合計ということになります。電力料金の中には、燃料費調整額という発電に必要な天然ガス、石炭、石油などの原価が組み込まれており、この金額には上限が設けられていました。しかし、時期は電力会社によって違いますが、その上限が撤廃されました。上限が撤廃されないと、上限に設定されている価格以上に輸入コストが上がれば全て電力会社の持ち出しになる、つまり赤字になってしまうということで上限の撤廃が決まったのです。この辺の事情は理解できますよね。その燃料費調整額の高騰に対して政府は2023年1月から9月まで補助金を出して国民の負担を減らす政策をしてくれています。ただ、2023年9月までの期間限定であって、10月からは政府負担分がなくなり、それがそのまま我々消費者にのしかかってくる構図となります。電力会社による値上げではないのですが、我々にとっては実質値上げとなるわけです。なので、電気料金の値上げは電力会社によって違いがありますが、4月、6月に実施され、2023年10月に政府の補助期間が終わることで一斉に電気料金が上がることになります。今現在、ツイッターなどで電気代が高すぎるという悲鳴が多く見られますが、これからが本番です。覚悟しなくてはいけません。さらに、まだはっきり言われていませんが、値上げのネタはあります。託送料金というのを聞いたことがあるでしょうか。これは発電所から私たちの家にまで電気を送るために、電線や電信柱など多くのインフラ設備を使用しています。その維持・メンテナンス費用の負担金と考えることができ、電力会社によって請求書に明記されていたりされていなかったりします。これらの使用料金というものがありますが、こちらの制度も2023年4月から見直され、新たにレベニューキャップ制度が始まります。詳しく説明するとややこしくなるのではしょると、
電気事業者が立てた事業計画を政府により認証されると、託送料金の上限を上げても良いということになります。これは安定した電力供給を実現するために電力事業者の利益を安定させなくてはならないことから検討され、実施が決まったものですが、私たちにはどう影響が出てくるかというと値上げです。レベニューキャップ制度について説明が雑なので間違いがあるかもしれませんが、間違いなく言えることは私たちへの影響は値上げです。もちろん電気を使用する上でインフラ設備の整備も必要だし、それらがないと生活ができないので業者の皆様には感謝しかありませんが、値上げは起きます。さらに値上げにつながる料金項目があります。再エネルギー賦課金です。これについても今後増えるか減るかを考えたときに増えるしかない状況でしょう。減ることはないと思います。再エネルギー賦課金というのは知れば知るほど腹立たしいシステムです。太陽光発電や風力発電などのいわゆるクリーンエネルギーに分類される発電に対する負担を平たく国民全員に負担を強いているものです。これについてもコンテンツを作成するつもりでいます。ざっと説明してきましたが、私たちの目に触れないようにしているのかどうかはさておき、様々な方法で値上げが実行されてきます。それにしても電力会社のホームページなどを見ていると、私たちの値上がり分の金額は微々たるものだと錯覚を起こしてしまいそうな表現がされていると思いませんでしょうか。でも実際はツイッター上で確認できるように多くの方が悲鳴を上げています。なぜこのようなことが起きてくるかというと、今説明してきたように値上がりするのに説明されていない料金もあるからだと思います。普通にしていたら電力業界の仕組みなど知ることもないわけで、請求書が来ない限り一体いくら払えばよいかわからないというところが恐ろしいところですよね。いくら上がるのかというのは各家庭の電気使用状況や家族構成などにも大きく左右されるので一概には言えませんが、間違いないのは現在の2倍にはなると思います。ただ電気もガスも使わなければびっくりするような請求はありません。使用量に対する単価が上がるということなので、単純に使用量を減らせばよい、つまり節電すればよいという理屈です。この辺についての動画も作成していますので、概要欄の動画リンクからご覧になってください。ではいつまで電気代の高騰は続くのでしょうか。ウクライナ・ロシア紛争が落ち着いたら以前のような料金になるのでしょうか。その答えはノーです。流行り病の蔓延によって日本国内だけでなく世界中が混乱に陥りましたが、これも以前のようには戻りません。電気代が元のような金額にならないという根拠というのは、 EU 諸国はロシアからの天然ガスを使用していましたが、2030年に段階的にゼロにするという計画を発表しました。その発表が行われたのは2021年3月8日です。ロシアによるウクライナ侵攻のわずか2週間足らずで出たこの発表はタイミングが良すぎると思うのは私だけでしょうか。そしてその代替購入先はアメリカと東南アジアだというのですから、やはりアメリカかと思ってしまいました。つまり少なくともあと7年は天然ガスにまつわる混乱は起きることが予想されますし、利権を獲得したアメリカが良心的な値段で我々に供給してくれるとは限らないと思います。こうなるとウクライナ・ロシア紛争を焚きつけてきたアメリカの目論みが見えてきますよね。当然日本にも影響は出てきます。例えば今のような電気代、ガス代があと7年以上続いたらどうでしょうか。こんなことになったら日本人の多くの家庭の家計が逼迫しますよね。当然消費は冷え込むと思いますから、日本経済はめちゃくちゃになるでしょう。これは世界中そうなるのですが、これもグレートリセットの一環なのでしょうか。そうなったら多くの企業、個人店舗が倒産ということになっていくでしょうし、経済はみんな連動していますから、自分の会社だけは助かるということも考えにくいと思います。一体どうしたらよいのでしょうか。そんな中、ツイッター上でこんな話題が出ていることを知りました。老舗銭湯がガス代高騰に悲鳴を上げているという内容です。その老舗銭湯というのは東京墨田区にある押上温泉大黒湯というところです。例年70万円くらいのガス代でしたが、ガス代高騰により100万円アップし、170万円も請求が来ているというのです。このような場合、多くの製造会社がすることとは、単純に値上げか価格据え置きするのなら内容量を減らすなどの対策でしょう。ところが公衆銭湯というのは都道府県で料金が定められていて勝手に値上げできないというのです。売上に占めるガス代の割合までは言及されていませんでしたが、大きな痛手であることは間違いないでしょう。ガス代の高騰と電気代の高騰は連動しています。それは日本においての発電燃料は天然ガスに頼っているところが大きいからです。
このような電気代、ガス代の高騰が続けば多くの企業に利益が出ないどころか赤字になってしまうことになると思います。では、このような状況の中で食糧危機は起きるでしょうか。間違いなく起きてきます。日本の農業というのは肥料というものを輸入に頼ってきました。その中国がエネルギー問題に陥り停電が相次ぎました。肥料を生産するには電気がないとできませんので、中国は日本に対して輸出規制を始めました。そのような背景もあって肥料の高騰が止まらないという状況になっているというわけです。利益が出なければ農家も立ち行かないと思いますし、食品加工会社も同じことです。なので、単純に食糧危機といっても段階的に起きていきます。まずは食料品の値段が上がり、物はあるが高くて買えない人が飢える。そして次に来る状況は、お金はあっても物がなくて買えない状況になり、食料備蓄をしていない人から飢えるということになります。そういう恐怖の中、昆虫食の必要性を推し進める政策になることは間違いありません。世界経済フォーラムの報告書というのは計画書とも言えるもので、そこで警告されているからです。本当にそんなまさかの事態が高い確率で起きてきますので、私たちは多くの試練に対処するために知恵と情報を持っている必要がありますね。いかがだったでしょうか。日本で起きている電気代、ガス代の高騰はまだまだ高くなるし、数年続くことになりそうだということをお伝えしてきました。今起きている世界中の紛争などは偶発的に起きたことではなくて仕組まれて起きているので、そもそも回避するつもりもないと考えて行動する必要があると思います。食糧危機が起きるかもしれないということだけを見ても、国内の農業政策、ロシアの天然ガスの利権を狙った争い、中国の戦争準備とも思える食料の買い占めなど、あらゆる方面から起きる可能性があり、問題解決は困難を極めると思います。我々にできることは、手に入るうちに食料を備蓄しておくということくらいでしょうか。そして備蓄は日々減っていきますから、農家とつながり食料確保の道を切り開いておくことも必要かと思います。家庭で作る野菜も視野に入れておく必要があるでしょう。まさに生きるために必要なことは、自分自身で考え準備することだと思います。食料危機が起きる、起きないの議論はもうどうでもよいという気持ちになってきます。起きないという人は起きないと思うだけの理由があってのことでしょうから、あえて否定するつもりもないし、結論が出ない議論にエネルギーと時間を浪費することは馬鹿げています。洞察力、イメージ力によって近い将来起きうることが見える人は黙って行動するしかありません。この動画が皆さん自身や大切な方を守るためのお役に立てればと思います。本当に難しい世の中になってきました。きっと原点回帰することが解決策になると思います。冷蔵庫がない時代に戻れるかどうか、いや戻ることになるような気もしています。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。